そういえばなんでこの、ズンツムスクールではちっちゃもんちゃんがたくさん出てくるんでしたっけ？いい質問なのだ。おちびについて今日は語るのだ。待ってました先輩。まずそもそも僕は公式だと一応ベースは一人だけしかいないのだ。右京さんの漫画だと分身できる設定でしたが、あれは公認漫画であって公式設定じゃないですしね。そもそも右京さんの漫画もズンちゃんと一緒とずんだもんテレビで設定違うしね。で、そういう観点から見ると僕は一人しかいないというのが一時設定だけど、ニコニコや YouTube におけるソフトウェアトークではそうでもないのだ。いくつかの動画では坂本アヒル式ずんだもん PSD たちへとノンタオ式ずんだもん PSD たちへは別のキャラとして扱われることが多いのだ。ノンタオ式ずんだもん PSD たちへは公式にもノンタオ式ずんだもんのほかちっちゃずんだもんにというものがあるのだ。1もあるんですね、その名前だと。たまに見かけるけど2の方が人気なので多くの場合ちっちゃずんだもんというと2の方を指すのだ。同じノンタオ式ちっちゃずんだもんにでもキャラ付けは異なっていて、幼児キャラずんだもんとは別種、ずんだもんの幼体亜種といろいろいるのだ。で、基本的にズンツムスクールではこのちっちゃずんだもんにの概念に感銘を受けて通常ずんだもんの幼体という形で描かれているのだ。つまりちっちゃもんちゃんが成長したら先輩と同じで普通のずんだもんになると。そうなのだ。赤ちゃんずんだもん、ちっちゃずんだもん、ずんだもんは成長過程で変わっていく存在になっていて、ただ中年、老人ずんだもんは登場していないのだ。成長がそこで止まると、実際には僕たちにも誕生の概念がある以上は寿命の概念はあるはずだけど、いわゆるずんだもん解説で出てくるおじいちゃんずんだもんは登場していないのだ。そこまで描くと扱いが難しいからとか？多分そうだと思うのだ。実際ずんだもん解説では坂本アヒルずんだもんが僕は50歳の男の子とか言ってるケースもあるから見た目が変わらないってことにしたんだと思うのだ。公式設定は女の子だしズンツムスクールの設定では不明ってことになってますけどね。見た目は通常ずんだもんと変わらず小さいだけの存在だけど扱いも変わってて、遭遇する不憫度合いがマイルドになりやすいという性質があるのだ。まあ幼児キャラが青年キャラと同レベルの不憫な目にあったら虐待ですからね。あと海外の人には分かりづらいけど、全ての発話内容がひらがなとか幼いってことを明確に示してるんですね。声にも違いがあるのだ。通常ずんだもんはボイスボックスの発話速度を 1.2 倍にしただけなのだ。このズンツムスクールのボイスボックスキャラクターは全員ボイスボックスの発話速度を 1.2 倍にしてますよね。でもちっちゃずんだもんはノーマルが 1.32 倍、涙目が 1.25 倍とそれぞれのスタイルで発話速度も違うし、ピッチやスケールもいじられるなどボイスボックスの他のキャラクターと異なる処理になっているのだ。全部バラバラなんですね。今後もちっちゃずんだもんをよろしくなのだ。ちなみにボイボ寮に住んでいるのは一人で他の子は別の場所に住んでいる設定で、アーシはちっちゃもんちゃん、先輩はおちびと呼んでます。見てくれてありがとなのだ。いいね、高評価もお願いします。